さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。私はあさってからですね、日本の家族がロサンゼルスにやってきて、少しねロサンゼルスでゆっくりした後に一緒にねメキシコに行きます。今回の旅でメキシコはねもうかれこれ7回目ぐらいですかね。今回はまだ行ったことがない街に行きます。で、今回はですね4泊5日の旅で、これからね旅行前の恒例パッキングをするんですが、今日はねせっかくなので、以前からねリクエストをいただいていたパッキングと旅好きの私が旅先でね快適に過ごすために、旅行に行く前にやっておくとねおすすめな準備をいくつかご紹介します。パッキングはね動画の後半でやろうと思っているんですが、まずは旅先でね快適に過ごすためにおすすめの事前準備5選を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずはコンセントのお話です。世界はね190カ国以上ありますが、それぞれでねプラグの事情が違います。電源プラグはだいたいね代表的なもので約7種類ぐらいあるんですが、私たちがね日本やアメリカで使うのは A タイプと呼ばれるもので、例えばね私がここ数年でね一番行っているパリだと C タイプなので、この形のね変換プラグを持っていく必要があります。でないとね携帯電話やカメラの充電ができません。なので渡航前にねプラグはしっかり準備しておきましょう。そしてプラグのお話でもう一つ、変換プラグはねちょっと厄介で、例えばフランスとね私が住むアメリカだと、そもそもね電圧が違います。フランスがね確か 220V でアメリカはね日本と少し似ていて、だいたいね110から 120V ですが、これを知らなくて私はアメリカでね使っていた新品のヘアアイロンをパリで使って2つほど壊しています。特にドライヤーやねヘアアイロンなど熱を発生させる電化製品は注意が必要です。なのでね海外旅行に行くなら変換プラグと変圧器が一つになったこの手のね一体型を持っていくのがおすすめです。お次はクレジットカードに関してです。クレジットカードはね現金を持ち歩くよりも安全で便利です。今はねタッチレス決済が進んでいるんですが、クレジットカードもね複数枚持参するとさらに安心です。っていうのもねたまにクレカの読み取り機械によってはこのカードが使えてもこっちはなぜか使えないみたいなことがあるので、基本私はね2枚持ち歩くようにしています。であとの1枚は念のためホテルのねセーフティーボックスに置いています。理由はねスリにあった時のためです。幸いまだねいろいろと旅をしていても私自身がスリにあったっていうことはないんですが、スリにあったっていう話はよく聞きます。なので日頃はねクレカを2枚持ち歩いて、釣られた時にその2枚のカードを止めてもその残りのねセーフティーボックスに置いてる1枚でその旅をやり過ごそうっていうスタンスでいます。あとね旅先で釣られるリスクを考えればパスポートもねホテルのセーフティーボックスに保管します。パスポートなんですけど、そのお買い物をしてね免税の手続きを受ける時以外ほぼいらないです。これまで行った観光地でパスポートが必要だったのが、確かねペルーのマチュピチュとメキシコシティでね国立宮殿に入る時ぐらいだったんですよ。パッと思いつくのがね。なので、このようにごく稀にね観光地でパスポートが必要なこともあるので、事前にね調べておくことをお勧めします。旅先で快適に過ごすためにおすすめの事前準備3つ目は翻訳アプリをダウンロードして使いこなせるようになっておくことです。翻訳機能を使ったことがある方は多いと思います。私もねペルーで飛行機が遅延した際にエアラインの方とねずっと翻訳アプリで会話をしていました。翻訳アプリにはねこれまで随分助けられてきました。でですねGoogle 翻訳のアプリの場合、カメラをね向けるだけで画像内の文章を翻訳する機能が備わっているので、
この機能がねすごく便利で、パリでね英語のメニューがないレストランに行った時にねかなり助かりましたし、レンタカーをした時なんかもねフランス語が読めなくてパーキングのサインを読めなかった時にこの機能っていうのはすごく助かりました。旅先で快適に過ごすための事前準備、4つ目はインターネットです。旅先でのねインターネット回線ってなんか本当に何より大事だと思っています。というのもこれまでねいろんな国を旅してきて、短い滞在日数でもね行ったことがない場所でスムーズに行きたい場所に行けたのはもうね紛れもなくインターネットのおかげです。契約をねしているキャリアによっては海外でね使えるプランっていうのを提供しているところもあるんですが、例えば私のキャリアはね海外で使うプランだと1日あたりね12ドルかかります。例えばこのプランでね2週間ほど海外に行くと168ドル、日本円だと約2万5千円ぐらいかかります。高すぎる。そこで今回おすすめしたいのがトリファという海外のネット回線サービスを提供している会社です。ちなみにトリファは日本の企業なのでアプリもね全て日本語で見ることができますし、24時間365日対応のチャットサポート体制があるので安心です。昔は空港でね受け取れるポケット Wi-Fi をレンタルしたり、現地でね SIM カードを買って旅をしていたこともありましたが、トリファの eSIM のいいところはもうねそのようなレンタルをするとかね手続きをしたりその返却をするっていう手間がね一切なくて、もともとねスマートフォンに内蔵されている eSIM を使うのでアプリでねデータプランを購入してしまえば現地ですぐに使えるので、本当に便利です。ちょっとここでね参考までにトリファの料金プランをお見せします。例えばアメリカだとね3日間、1週間、2週間、1ヶ月でねこれぐらいの金額です。それでは実際にアプリから eSIM を買ってみます。まずは行く前にトリファのアプリをダウンロードしてアプリを開きます。国一覧が出てくるので世界中の数ある国の中から滞在先を選んで、次に滞在日数を選びます。それからプランを選びます。旅先であまりスマートフォンを使わない、最低限でいいという方は 1GB、 地図や検索程度なら 3GB、 そしてギガ数なんて気にしたくない、動画も見るしインスタも気にせず使いたいという方は無制限も選べます。私は残りのギガ数をねあまり気にしたくないので、旅先ではね無制限を使うことが多いです。ここで現地のねどのキャリアにつながるかが表示されます。私は今ねアメリカに住んでいて T モーボーもベライゾンも両方使ったことがあるんですが、大手通信キャリアでねネット通信が安定しているので安心して使えます。さて下の方に行くと支払い情報を選択します。クレジットカード決済か Apple Pay で支払うことが可能です。この下のね安心キャンセル保証っていうのがあるんですが、これは任意でもしね旅程が変更したりして急にキャンセルしなきゃいけないっていう状況になったとしても、利用前であれば保証料金を除いて全額返金してもらえるというね結構ありがたいサービスです。少し追加料金がねかかってしまうんですが、不安な方はね入っておくっていうのはありだと思います。そして今回この動画をご覧いただいた方に発行していただいたクーポンがあるので、こちらのコードをこのクーポンのところに入力してお得に eSIM を使っていただければと思います。eSIM ってその事前にインストールをして使うんですが、初心者がねつまずきやすい eSIM のインストールの手順もすごく分かりやすくてスムーズでした。この準備をねしておくと現地に着いたと同時にインターネットが使えるのでもう本当に便利です。世界200カ国以上で使えて、期間も1日単位から選べて、容量も柔軟に選べてコスパもいい。それに安定した通信品質と何かあった時にね安心なカスタマーサポートも充実しているので、海外旅行や初めて eSIM を使う人にはね特におすすめです。近々海外旅行の予定がある方はぜひトリファの eSIM を使ってみてください。ラストは見落としがちな海外旅行保険の加入も忘れずに。
やはりねその旅先によっては、例えば私の住むアメリカだとねもう医療費がめちゃくちゃ高いので、もう万が一ね旅行中に何かあった時に保険に入っておくっていうのは大切です。クレカ不対のものもあると思うので、渡航前にねどんな保証が受けられるのかっていうのと、その保険の使い方や連絡先も含めて今一度確認しておくことをお勧めします。さてここからはパッキングをしていきます。私がパッキングをするときにね気をつけていることが、とにかく荷物を最小限にするということです。というのももうね旅先で絶対何かを買うので、できるだけねスーツケースはパッキングをした後、せめて4分の1から半分はスペースを空けることができれば理想です。まずスーツケースは最近の購入品動画で紹介したアルミ合金製の容量が100リットルのスーツケースです。ここ半年でね旅行中にスーツケースを2回壊されて、今年買い直したアイテムです。平均寿命がね5年と言われるスーツケースは、消耗品ですよね。旅する頻度が多いと確実に5年なんて持たないです。私のねスーツケースのこだわりは、この手のね大容量のものだとバックルタイプを選びます。もう理由はシンプルにね開閉が楽だから。さてパッキングを始めます。まずはこちらサングラスケースです。このケースに入れるとねサングラスが3つは入るので、系統が違うタイプのものを3種類持っていくようにしています。こちらの圧縮できるトラベル収納ケースには下着や靴下、ハンカチなどを入れています。こちらのね収納ケースは2つジッパーがあるんですけど、上のジッパーはね開閉するために開くんですが、下のジッパーを閉めると圧縮ができるっていうタイプの収納ケースです。基本この手のね見えない系はこうやって圧縮バッグに入れて小さくします。洋服も本当は圧縮バッグに入れたいっていう気持ちが山々なんですが、洋服はねシワだらけになるので圧縮バッグには入れません。旅先でのね予期せぬ雨っていうのはよくあるんですが、大きい傘はね持ち歩きたくないということで、このねダイソーで買った500円のね超軽量傘をもう何年も愛用していますが、案外ね壊れないんですよ。で軽すぎてもう全然持ち歩いていてもね負担にならないし、重さを調べてみたらねたったの 100g、 もうかなり優秀な軽量傘です。こちらのトラベル収納ケースには、薬やサプリメント、それからね体温計などを入れています。その何かあった時のためのね保険として、その日頃ね飲み慣れている風邪薬や胃腸薬っていうのは持っていくようにしています。特にねその時差ボケやその慣れない土地での旅っていうのね体調を崩すリスクがあるので、旅行中は免疫を強くする系のサプリをね積極的に摂るようにしています。こちらはスキンケア、ヘアケア用品などを入れるようにしています。それで言えば私たち夫婦はねウォシュレットに飼いならされているので、アメリカの自宅にもねウォシュレットを取り付けていますし、旅先ではねこのような TOTO が販売している携帯ウォシュレットを持参しています。こちらはメイクポーチで、日数によるんですけど、もう極力コンパクトにしてねメイク道具を持っていくようにしています。そしてこちらはですねヘアアイロンなんですが、こちらのヘアアイロンはねストレートとカール両方使えるもので、もうストレートとねカール2つを持っていくってなるともうそれだけで重くなるんで、この手のね1本で両方使えるのはすごく助かります。こちらが今回メキシコにね持っていくお洋服ですが、洋服をねパッキングするときは、先にある程度ねコーディネートを組みます。そのどんな洋服を選んでいるかっていうと、基本的にはそのシワになりにくく、着回しがしやすい洋服っていうのを選びます。あとはね日中着
着る洋服の他に、寒くなった時のためのねジャケットや羽織っていうのもね1着別で持っていくようにしています。靴は履いていくものと別で今回はね1足だけ持っていきます。あとは帽子です。結構深めにかぶれてしっかりね日よけができて何でもねお洋服が合わせやすいので気に入っています。こちらのバケットハットはビューランスというところのもので、日本でね去年購入しました。それからこの手のね折りたためるタイプのエコバッグはいくつか持っていくようにしています。というのもねそのお土産を買ったりその現地のねスーパーでお買い物をするときにパッとカバンから取り出して使えるエコバッグがあると便利です。今回は5日間の旅なんですが一応持っていきます。お味噌汁です。ホテルのねお部屋にあるポットでねお湯を沸かして飲むタイプのものです。今回は5日間だからねちょっとひょっとしたら出番がないかもしれないんですが、2週間ねヨーロッパにいると、必ず1度や2度は出番があります。ふとした時に飲みたくなる、やっぱね私って日本人だわって思う瞬間です。私たちは旅をしながらね YouTube に動画を上げているわけですが、時々ね機材の質問をいただくことがあります。で私はねカメラ系のことはそんなに詳しくないのでカメラ担当のデビッドに今回の旅のね持ち物を聞いてみます。皆さんこんにちは、デビッドです。First is a mobile battery to charge our phone. We like these MagSafe batteries that charge the phone without any cables. Just snaps to the phone like this. Next is our trusty selfie stick with remote. I've shown you this in some of our other videos. And it's great because we can bring it with us and set it up easy, and we don't have to ask a stranger for help taking our picture. It's so light and easy to carry. It's a nice thing to have in your bag when traveling. Also, our Osmo Pocket 3 and Sony ZV-E1 with microphones, so we can get smooth videos and good sound quality. And to make sure everything is charged up and ready for a long day of sightseeing, I bring this power hub with USB-C so everything is plugged in one place in the hotel room. Makes it easier to remember everything. And last, we bring along this luggage scale to make sure our luggage isn't overweight from all the omiyage we purchased. ということでメキシコ5日間の旅パッキングが完了しました。今回はね夏だし、5日間なのでパッキングの難易度レベル的には楽勝な感じだったんですが、いつもはねそのヨーロッパに2週間行くことが多いので、特にねその冬のヨーロッパとなると、アウターも多くてねかさばるしパッキングには苦戦しています。またねその需要がありそうだったらいつかヨーロッパ2週間のパッキングや機内持ち込みのねバッグの中身も動画にしてみようかなって思います。今日の動画が何か一つでもね参考になれば嬉しいです。それでは本日も最後までこの動画をご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。